I know, I get that, but let's be honest, whether you're a man or woman, being single can be hard, especially around Valentine's Day or Christmas, which is considered the most romantic day in Japan. So you see a lot of couples who seem much happier than you. And as far as in Japan, it can be harsh, especially for women. Because if you are over 30 and still single, chances are that you are told like this and feel miserable. So in Japan, the pressure to get married and have kids may be stronger towards women than men. Having said that, we have more and more single women nowadays, and some of them say that they are totally satisfied and shining in their career. Who cares about public perceptions? So in the end, what's actually like being a single woman in Japan? Is it still stigmatized a lot? Do they feel miserable? Today, let's hear from single women about that and find out how they actually feel about being single. Hope you enjoy. 9年目です。9年目。はい、結構長い。居心地すごいいい感じです。寂しいなみたいな。なんか一人でいるときはあんまり思わないんですよ。やっぱりその外に出かけてなんかカップルとかいるとなんか一人っていうのがちょっと寂しいなって感じたりしますね。洗濯機ちょっと変な感じですね。ご飯は結構炊くんですか？ご飯は一度に多く炊いて、サランラップにしてもう冷凍してチンするだけ。料理は好きな方ですか？あんまり好きじゃない。でも彼氏ができたら料理は頑張ります。ちょっと料理教室も行ってるんですけど。あ、そうなんですか。へえ。婚活のために料理教室を始めました。結婚できるかなと思ってできなきゃダメだなと思って。年齢で周りがみんなもう結婚してってじゃあ自分も彼氏探しとか婚活しなきゃって思ってチラシかなんかが入ってて女性は何歳を過ぎると結婚できる確率がほんと何%とかっていうのを見てでなんかすがる思いでこれだったら絶対結婚できると思って結婚相談所行ったんです。ですんごい頑張ってすごいエネルギー使ったんですよ。お金とエネルギーダメだって分かったんでもう十分だからでも本当満足です。やってよかった。もう婚活を目的にするの疲れちゃったんでだから自分が好きなことをしている中でなんかそれに合う人が別にいたらそれが一番素敵だなと思ってて意外とあんまり長く付き合った彼氏実はいなくて長くて多分2年いかないぐらい。いやみんな素晴らしい優しい人だからその人が悪いとかじゃなくって自分が分かってないっていうかどんな人が好きか分かんないとか求めるところも多かったのかなって理想があってそういう人じゃないとなんかがっかりしちゃったりとか勝手になんか自分の中でなんか求めるものと違うと続かなかったりとかやっぱり最初の方ってなんかお互いに自分を頑張って見せるじゃないですか。だからそこだけ見て付き合ったりとかそして慣れてきたらなんか思ってた人と違うとかそういうちょっと浅いですね私の仲間が仲間もうあの人たちに私顔覚えられちゃってていつも来るとなんか寄ってきちゃったりするんですよ。ファンはダックにあんまり体に良くないからダックの体に言われてまた仲間がやってきた。本当だ。すごい。気づいちゃうんだもうどう見るの好きなんですよあの人たち。すごいな。人気だな。人気なんですよもう。わお。今は実家で暮らしているんですか？そうですね実家で暮らしてます。どういうところがいいですか？どういうところが寂しい思いをしないかなっていうなんか東京で暮らしてる時はちょっと心が寂しいっていう気はちょっとしてそうですね家に家族がいると話し相手がいるかなって。おばあちゃんどうですか？エミさん早く結婚してほしいですか？思いますよ。思いますか？そうですか。そうなんかいつも会うとつって誰かいないの彼氏いないの早く結婚してせよって言ってどういう人と結婚してほしいとかあんの？この辺に近くだったらいいなと思う。地元の人の方がいいですかね。
まあ、両親も結構うるさいもので、なんで彼氏はいないのつって、もう30までに結婚しなさいみたいな、はい、言われて、ちょっとまあ、焦ったりはしてますけど、なんか SNS でそういうの上げる人が本当に最近多いですよね。インスタで上げる、結婚しました、結婚式の写真です、子供生まれました、子供の写真です、みたいな。でも、で私の友達結構みんなもう今結婚しちゃってるので、遊んでいる時に会話でなんか私の旦那、子供の話とかしてて、なんかまあ話をってわからないなって思うこともあるし、友達といる時でも心の中はなんかロンリーな感じがちょっとなんかちょっと今までのその恋愛っていうのは、はい、どういう感じだったんですか？どういう感じ？選ぶ人があんまり良くなかったかなっていうのは、自分が好きでも相手は自分のこと好きじゃなかったりすることが多いと、やっぱり長続きしないかなっていう。なんか日本ってそのワイフが全部ご飯作ったり洗濯したり今やらなきゃいけないじゃないですか。お互い共働きで働いててもワイフに全部任せるっていうのがなんか多分、なんか文化。今日は疲れてるからご飯作らないって言ってもなんか大丈夫だよってみたいな、なんか軽い感じの人がいいです。なんかなんで今日はご飯作らないのみたいな、なんか怒られちゃったりしたらなんか女性、YouTuber とか的に出てる人って、ファンがすごい人なんですよね。確かにモテるんちゃうかなって思う。モテるんでもなんかのび太さんが作ってた動画、日本人はオーバーレイってですかね、されてるって言ってて、なんかでもそれはあると思う。特になんか日本に住んだことない外国の人ってなんかそういう偏見じゃないですけど、なんかいいところばっかり、日本人女性のいいところばっかり見てる、期待値が上がりすぎてるところもあるかなっていう。まあ普通ですみたいな。婚活を希望する独身女性というのは結構増えているなというふうに感じますね。婚活をしている人たちは増えてます。本気で人の手を借りて婚活をしたいっていう人が増えてます。自分でダラダラ婚活じゃなくて。それはどういった背景がある？コロナ禍でどうなっていくかわからない。不安を感じる。家族ってものを見直されてるんですね。何人かと会えないとか決まりがありますよね、いろいろね。お店さえない、閉まってる。でも家族だったらいつも顔を合わせてお家でご飯食べれるのに、一人ぼっちでずっと家にリモートワークをしていて、ろくなことを考えてないんですよ。コロナうつが非常に増えてますけれども、で、そういう自分に気がつく人がいるんですね。人とコミュニケーション取らないよ。どんな人間になっちゃうんだろう。結婚しなきゃっていう人が増えてるんです。今までは考えなくてもよかった。やることがいっぱいあった。遊びに行くところもいっぱいあった。でも今それがシャットアウトされてる。改めて自分の人生を見直ししたっていう期間になってるんですね。あとは会社の中でおつぼねさんたちが結婚できなくてヒーヒー言ってる人たちがいっぱいいるわけでしょ。で、意外と虚しそうなんですって。で、それを見てああなりたくない、ああなりたくないって言って若いうちにいらっしゃる方も多いです。相手に求めていることっていうのはどんなことが？これもね、人によって様々。で、地域によっても様々。ですけれども、相対して総じて言うと、一番は経済力ですね。ほとんどが子供を持ちたいです。41、2歳ぐらいまでは。中には結構苦しんでいる方というか、いますね、いますね。います。どういったところに難しさを感じている？大体条件じゃないですか。検索するにしても何にしても、優しい人では出てこないんですよ。頼もしい人っていうのもないんですね、項目として。やっぱり数字なんで、学歴、年収、地域とかって出てきますけど、そういうところで高い方に行っちゃうんです。男性をオークションみたいにしていくんですね。でもっとこんなに年収1000万もいる、2000万もいるってどんどん高い方にしちゃって。で、結局はそういう人たちは自分を見てくれないとか。婚活偏差値って言うんですけど、ご自分が婚活をしている時のこの偏差値がわからないから、無理だろうというような人たちに申し込んでいっちゃう。でも全然受けてくれない。夢を追っかけていいんだけど、ずーっと追っかけていったらですよ、その間に年も取りますよねっていうことで、現実的に自分を客観的に見てくれれば、大体結婚できるんです。40超えてからはかなり難しくなる。そう、難しくなるっていうのは、一人で生きてこれてる、成功体験があるので、感謝とか、出会えて、本当に嬉しいねとか、っ
っていうことが時にはすごく少なくなってしまわれたり、よっぽど一人の方が楽だったよなっていう、また過去の自分に戻ってしまったり。特に日本の男性陣が若い女性を好むというところにありますよね。やっぱ欧米は女性としての熟成度があるから若い方を決して良しとしませんよね。あとは子供を持ちたいっていう男性はしょうがないと思いますね。僕長男なのでとか継承していく必要もあるとかそこをと思われる男性が多くていらっしゃりそうな気もするので。あとはですね、日本の場合は毒親っていうのがいっぱいいるんですね。強制してこれダメあれダメそれダメって断る。で本人同士はもういいって言ってるのに、こんな人は許さないとかって言って引き裂く人もいますので、何回も潰されました。まだまだ日本は家と家のつながりっていうのが名残があるんですね。だから何々家何々家で、そこにふさわしいかふさわしくないか、お母様と世代が違うわけじゃないですか、全然。そうすると専業主婦で育ってますよ。お母さんたちは専業主婦ですから、時代的にその感性であなたの結婚する人はこういう人よっていうのを刷り込まれても、社会背景がお母さんの世代と違うので、そこでものすごく悩み苦しむ人もいます。それでははいメリークリスマス。またそれしてKFC 食べたことないって。そうなんですよね。最後に食べたのいつですか？最後に食べたのは多分小学校とかですかね。全然日本人じゃないんじゃない？日本人じゃないですね。お願いしますよ。すいません。お願いします。バナナ食べても。KFC なんです今日はバナナの日じゃないんですよ。いただきます。日本だと売れ残りとか負け犬女とか負け組ですかね。男性はなんか独身貴族って言われるんですよね。そうですね。なんか貴族俺レベルが違うな。なんかその売れ残りはなんでそうやって言われるようになったかっていうと、やっぱケーキってやっぱ25日に売れなかったらもう売れないじゃないですか。それと同じで女性もなんかある程度の年齢までに結婚できなかったら売れ残りっていうなんかそういうひどいですよね。なんかシングルの人がすごい寂しい、阻害される。クリスマスの前に彼氏彼女作ってもうクリぼっちじゃなくする。やっぱりそのクリスマスの時に一人になるとすごい寂しいから、シングルの友達同士でじゃあ25日はなんか女子会って大体決まってて、なんで30近いのに結婚しないのは何かあるんじゃないかみたいな。言われる。それは言われますよね。結婚できない女性って思っていても、自分は別にそんな難あると思わないんで。そうですよね。別にそんな欠陥があるとかそういうことじゃないですよね。結婚ないと思うんですよ。いや、もちろんないですよ。難しいですね。とは言ってもですね。とは言っても。男に求める条件が高すぎるんじゃないかっていう。なんか理想が高いから、なかなかいい相手見つからないんじゃないみたいな。でも昔はちょっと理想が高かったかもしれないです。今の年齢になって、かっこいい人とか言ってられない、なんか中身大事だなって思いました。でもやっぱり、かっこよくなくてもいいですけど、素敵だなってやっぱ思いたいって思う。やっぱり性格が合うってすごい大事じゃないですか。すごい楽とか、なかなか私はまだそこまでなく。でもそれはすごい私求めてて、やっぱ一緒にいてすごい楽しいとか、楽とか。すごく、なんでしょう。いい相手を見つけるのが難しいっていう、そのいい相手ってどういうことを言ってんのっていう。どういうことを言われてるように思われます？自分に合う性格といいますか、一緒にいてペースが合う人がいいというふうにおっしゃってて、自分に合うペースの方と出会いたいってことでしょ？ってことは自分は相手に合わせようっていう意思がないのかなと思っちゃうんです。お互い様になってないっていう気がして。そうですね。自分も合わせていく。もちろんね、そこのアジャストを見つけることですもんね。私に合う人っていないのよね、みたいになっちゃうと、男性たちも、いや、この方と結婚すると自分ずっと下僕のように扱われるんじゃないかとか、なんていうのかな、合わせることが楽っていう男性ももちろんいらっしゃるので、OK だと思うけど、そういう女性たちって、多そうだなと思うのは、とはいえ私ばっかり、いろんな決め事するのは疲れるとか、時にはやってもらいたいのよねとか。ってなっちゃうと望まれてる自分に合わせてくれる人って言ってたのに、言われてることが途中から変わっちゃったかなとかね。とは言っても、なんか自分からは少しは積極的に言った方がいいんじゃないっていう。
やっぱり完全に受け身だとやっぱり厳しいと思うんですよ。いや本当にそれはそう思います。はい。まあだからこそまあ出会いがないし、そうなんですよ。そうなんですよ。なんかみたいなシャイで。でもよく考えたらなんか若い時私自分から告白したりとかしてたなって思い出して、ただ大人になったらやっぱりなんかいろいろ考えすぎちゃう、年齢をやっぱ気にしちゃったりして、なんかいいのかなとか気にしないかなとか相手が、まあでもやっぱりいい人はやっぱり、ね、死ぬまでになんかいるといいなって多分やっぱ周りですよね。自分一人で別に生きてたらいいんですけど、やっぱ周りのそういう人を見るとなんか自分違うんだみたいな。そろそろ結婚、そろそろ子供、みんな結婚してるとか、そういう言葉じゃないんですよね。今よりも幸せになるために結婚するもの、今より幸せにならないんだったら結婚する必要ないんですね。いろんな便利な、ツールだったり、場所を介して、結果的に結婚することはできられると思うんです。自分が手にしたいことを手にしちゃうともういらなくなる存在っていうこともあるんですよね。で、そうすると結果的に、またその惨めになるっていうのがあるので、自分が惨めになるからどうしようっていうんじゃなくて、豊かにというかハッピーになっていくためにどこをどう選択していくとどうなのか。